こんにちは。春は黄色くて粒子状の悪魔に悩まされる春日部紬です。今年はマジでヤバいので投稿頻度が落ちたらお察しください。今回は露骨に強化が入った割にあまり見ないトークンデッキを使っていこうと思います。お相手のダニは即除去で、こちらは今年の発表をキャスト、最強置物出陣です。はい。エスパーレジェンズならそんなに除去ないだろうと次はモンドラクを撫でてみます。はい。ジェトミアを出したいですが緑が出ないのでシャアなしでここは運命的不在を構えます。仮に使わなくてもマナフランケとして最強の土地のミレックスがあるのでそちらを使いましょう。エーデリンは嫌ですが今のドローで次に構えながらジェトミアを出せるのでこのターンは除去取っておきます。モンドラクを引けたのでモンドラクからキャスト、破壊不能と除去が前になりますね。お相手はラフィーンをキャスト、これは強い。ここは戦闘前に除去がベストな判断ですが上振れ狙いで攻撃宣言簿にしますか。ここでエーデリンにカウンター乗せるならエーデリン、ロランに乗せるならロランを除去すれば両方除去できますね。デメリットはトークンが1体出るのと2枚ルーティングは許しちゃうところですね。ここはお相手除去がないと信じて次のターンのリーサルを見据えた動きにしますか。ジェトミアキャストから作れるブノスをキャスト。ここなんでトークンもアタックしたんですかね。とはいえ片方は通って7点入って残り12点。お相手ロランをキャスト。最近は置物が親の敵の人が増えてて辛いです。お相手ラフィーン短期でアタック。2点入って残り14点。さらにサリアをキャスト。これは勝ち申した。こちらは家の焼き払いをキャスト。デビルトークンが6体出て盤面86点クロック。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。緑でないけどキープかな。なんか打ち消しありそうなカラーなのでお相手が嫌がりそうな巣の方からキャストしてみますか。お相手2ターン目は構えてエンド。こちらは鏡割りのブーアをキャスト。これも通ります。打ち消しはなさそうかな。お相手の毒火狙いをキャスト。ゴブリントークンを破壊します。お相手グリッサ3をキャスト。面倒ですが除去があってよかった。こちらはグーワを引けたので1、3マナと2アクションしますか。ここはメインで除去して1点でも入れておきます。1点入ってお相手残り17点。お相手追加のグリッサ3をキャスト。こちらの置物戦略がぐちゃぐちゃにされるので許せません。ここは出迎えも捨てて何か強いカードを引きに行きますか。これはいいドロー。こちらの運命的不在に合わせてお相手ボセージでスクレルブノスを破壊してきます。ここは2体でアタック。そして第2メインで婚礼の発表をキャストします。ちなみにこれが唯一ハンドが増えるカードです。お相手肉体位をキャスト。なんとなく赤抜き4色でアトラクが入ってそうに見える。でもここは除去がなければほぼ勝ちですね。モンドラクをキャスト。ゴブリントークンでアタックしたら宝物が2個で敵機磁気のコピーが2回トークン4体分増えるのでアタック。あんまり得にはなってない気がするな。本命からトークンが2体出てターン終了です。お相手シェオルドレッドの直令。なんやかんやこれ腐りづらくて強いですね。
ブロッカー用に危機時期を増やしてアクティブの危機時期を探りましたが、非アクティブの方が良かったですね多分。お相手シェスをキャスト。面白いデッキですね。マイナス2で3切削1ドロー。これは勝ちましたね。最終放棄をキャスト。しかも一クワジェトミア。これは完全にオーバーキル。トークンを増やして全員でアタックです。一区達成でジェトミアを踏み倒します。これで打点は62点。盤面のクロックはジャスト200点です。31点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。こちらは祝祭の出迎えをキャスト。お相手にマナメもタップインから切り崩しで出迎えを除去します。こちらは鏡割りのブーワをキャスト。ハンドは稼げないデッキなので1枚の質で勝っていくしかないですね。お相手決闘の選別をキャスト。なんでそんなものを。ここジェトミアを捨てた理由は不明。そしてモンドラクをキャスト。次アンタップ土地を引けば超上振れ。お相手シオルドレッドをキャスト。ライフは潤沢なのでまだ平気そうです。そしてドローは上振れはしなかったですがジニーテイは面白い力ですね。このターンはまず祝祭の出迎えをキャスト。お相手ギックスをキャスト。シェオルのアタックは1回なら受けますか。お相手さらに負け犬をキャスト。これはもうお祭りですね。こちらはジニーテイをキャスト。出迎えで宝物を出します。いつもの出迎えジニーテイのインチキムーブですが、今回は2回犬が出て出迎えが2回誘発します。お相手6マナ目から負け犬単体でアタック。ここで出迎えをコピーします。拒否を選択。出迎えコピーが2回生成されて出迎えの団結が2回と1回と1回誘発。ここで宝物を出していくとスタックが山積みになります。まあ3回目以降は無駄になりますが、そして全部解決すると一挙にトークン6体生成です。そして負け犬はコピー出迎えでブロックします。ここなんとなくもったいなくなってモンドラクの破壊不能を起動しましたが、除去あったら使われるだけなので無駄でしたね。お相手ドロスの魔人をキャスト。これはほぼ勝ちですね。ここは念のためへの焼き払いをトークンモードでキャスト。速攻の猫が6体生成。そしてまた出迎えが一通り誘発します。18対49点でアタック。40点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらは2ターン目調達者をキャストします。お相手構えて5。まず調達者でアタックします。3点入って残り17点。こちらは本命の発表をキャスト。お相手何か構えてる風ですが何でしょう。お相手エンドにのど首狙い。調達者の PIG で宝物が1個生成されます。お相手本命発表をキャスト。エスパーミットですかね。こちらは最終放棄をキャスト。置物触れないとゲームエンド級の1枚です。トークン1体でアタックしてトークン1体生成。エンドにトークン1体生成。お相手シオルドレッドの直令をトークンに。これはかなり苦しそう。こちらタップインからジニーテイをキャスト。これはかき消しで打ち消されます。死人トークンでアタックして死人トークン1体生成。本連の発表が裏返ってクロックが2倍になります。
お相手ゼランの銀行破りをキャスト。これはリソース切れてそうですね。ではフルタップになったのでこちらは家の焼き払いをキャスト。5体でアタックして1区達成でモンドラク踏み倒しです。8点入って残り9点。お相手の毒火狙いでモンドラクを除去。さらに銀行破り起動。切り崩しでフルタップ。これは勝ちましたね。8対16点でアタック対戦ありがとうございました。というわけでナヤトークンでした。尾根で白カラーは結構トークンが強化されました。その最たるところがこのモンドラクですね。生成されるトークンが2倍になるということでトークン軸はかなり強化されますし、単純に4マナ4で破壊不能付与のハードルが低いのは結構頼りになりますね。というわけで全セットからあったナヤベースのトークン軸を組んでみました。ナヤトークンは除去少なめのオールイン型が多いイメージですが、今回はそれなりに除去を積んだりしてある程度受けにも回れるようにしています。ある程度の除去で序盤をしのぎながら最強エンチャントの混迷と偶話で試合を作るのが基本戦術で、最終的には高マナ対のカワカを出してすぐに仕事する状態でキャストしてフィニッシュしていく感じですね。まあ対戦動画中だと結構テンポでポンポン出してましたが、何にせよコンボデッキのように豪快な勝利が見られるので使っていてなかなか楽しいデッキではあります。先に弱点を言っておくと、トークン強化用の枠に結構カードを割かれている上にそれらがハンドリソースを稼がないので、ハンドが切れた時の息切れが激しいところですね。本当は銀行破りを4投したいのですが、それだとさすがに弱くなりすぎるかなと思います。偶話のルーティングによる取捨選択は結構重要になりますね。その点で言うとマナフランケになるミレックスは本当に強いですね。マナベースやばいですが4投にしてもいいかも。さてこのデッキの強さですが、思ったよりかは強いです。ギリギリラダーで戦える5割以上はキープできそうです。まあそれくらいではあるんですが、いっそのこともっと PW 増やしてミッドレンジ区にした方が強かったりするかもしれませんね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。